はい、こんにちは。今回はクッションファンデの比較をしてみたいんですが、まず一つ目はこちら。すごくね、有名ですごく評判がいいんですよね、こちら。NARS ナチュラルラディアントロングウェアクッションファンデーション SPF50 PA++++。こちらは潤いが続くファンデーションとして雑誌で取り上げられていて、すごく評判がいいらしいんです。そしてね、インターネットの口コミの方でも本当にね、評判がいいので、こちら買ってみました。独自処方で空気中のホコリや紫外線ダメージ、乾燥などのストレス環境をブロック、みずみずしいツヤ肌にっていうことなんですよね。このね、みずみずしいツヤ肌にっていうのをずっと追い求めて、今までもいろいろなファンデーションを使ってきました。まず、美光純ボーテ、クリオ、CNP のプロポリスのクッションファンデーションも使いましたし、こちらなどなど、いろいろなクッションファンデーションを試してきたんですが、今までで私に一番良かったのは美光純ボーテ。これがすごくナチュラルでカバー力がないのがね、少し欠点だったんですが、この美光純ボーテはね、結構良くて今でも使っているんですね。そしてこの CNP のね、プロポリスのクッションファンデーション、これもね、すごくね、美容液が入っていて肌にね、馴染んで良かったんですよね。私の場合の悩みは、シミも何箇所かこうあるんですが、一番の悩みは毛穴、そしてシワ、こちらなんですよね。ファンデーションを最初に塗った時に綺麗に仕上がっても、時間が経つにつれてね、毛穴落ちして毛穴が目立ってきてしまうとか、こうシワにね、こう食い込んでくるというか、それでシワが目立ってきてしまうとか、そうなってしまうとね、やはり私たちの年代としてはちょっと困るなっていう感じがするんですよね。シミとかコンシーラーとかで隠すことができるんですが、やはり毛穴とかシワ、こちらにはコンシーラーは使えないですからね。やはりこのファンデーションがすごく重要になってくると思うんです。この評判が良かったこちらのファンデーション、使ってみたいと思います。そしてね、今回もう一つ雑誌でも取り上げられていたんですが、こちらモイストラボフローラスキンコントロールメッシュファンデーション。肌の潜在筋にアプローチし、美肌筋のバランスを整える。使うほどにトラブルレスの肌に。 SPF50 プラス PA++++ で2400円。こちらもね、買ってみました。こちらも雑誌で取り上げられていたんですが、これ口コミがね、すごく少なくて、なので仕方がないので自分で買ってちょっと試してみようと思って今回買ってみました。これとね、NARS 2つ、これね、値段がね、かなり違うんですよね。こちらケースとセットだと6300円ぐらいで、こちらがね2400円ですよね。2倍以上値段が違うんですが、どうなのかちょっとね、試してみたいと思います。はい、こちらなんですが、色は一番標準色と言われるものを買ってみました。これね、全く試していないのでインターネットで買いましたので、私もまだ開けてみるまでちょっと色の方合うかどうかもわからないんですが、早速ちょっとね、開けてみたいと思います。ケースがね、これ別売りになっているので、中身とケース2つ買わなくちゃいけないんですよね。買わなくてもいいんでしょうが、やっぱりね、ケースがないとやはり不便なので、ケースと中身と両方買いました。両方買うと6300円になります。まだ開封していないので、早速開封してみたいと思います。こう持って多分開けるんでしょうね。開けてみたいと思います。はい。それでは少しちょっとね、つけて、ちょっと押しただけでこのくらいつきました。そして次にこちら開けてみたいと思います。はい。ですね。はい。潤い生まれのファンデーション。メッシュファンデーション。これはクッションファンデーションとは書いてないですが、メッシュファンデーションって書いてありますね。はい、こちらです。こちら色は20番で自然な肌色となっています。開けてみます。はい、こちらです。こちらね、白いですよね。普通のパフですね。クッションファンデーションのこういうのって普通つるっとね、ちょっとこうつるっとした感じがするんですけど、これは普通にこう染み込む感じの
パフですね。これスポンジすごい面白いですねこれ。メッシュをスポンジで押し当てトントンと肌になじませてお使いください。では開けてみたいと思います。はい、本当にねここメッシュになってるんですね。ちょっとねクッションファンデとは少し感じが違う感じですよね。このスポンジも違うし、こちらメッシュ、この感じ、いわゆるクッションファンデとは若干ちょっと違うのかもしれないですよね。とりあえずちょっと取ってみたいと思います。今1回押したぐらいでこのくらいですね。あ、こうへこんでるんですけどわかるかな。こうへこみが出た。スポンジにファンデーションが染み込んでいるのがクッションファンデなんですが、これはねちょっとね感じが違いますね。ちょっとね顔に塗って実際に試すまでね、どちらがいいのかわからないんですが、やってみたいと思います。ファンデーションお試しメイクスタート。下地はこちらのビオレの UV の化粧下地毛穴用を使いました。ではまずこちらナーズからこちら側に塗っていきたいと思います。このくらい結構取れましたね。では塗っていきます。ここにねシミがありますのでちょっと隠してみます。結構カバー力ありそうですよねこれね。これすごいですね。カバー力すっごいですね。びっくり。この辺のシミがいくつかあるんですけど、クッションファンデーションってねまず1回で隠れるってことはほとんどないんですが、これはねカバー力びっくりありますね。そしておまけにねツヤツヤ、このみずみずしい素肌感というよりはなんかツヤツヤな感じがします。カバー力があるのにマットっぽく全然ないし、今までのクッションファンデーションの中でなんか一番カバー力があったような気がします。さすがね口コミで評判がいいだけありますよね。いやびっくりしました。これねすごく良さそうです。こちらの半分にモイストラボフローラ、こちらを塗っていきたいと思います。こちらはねここにシミがあるので、なんかクリームファンデーションっぽいものがあって、そこにメッシュがあって、それをメッシュ越しに取るみたいな感覚なんですよね。普通のリキッドタイプとはちょっと違うので、ちょっとなかなかねあまりつかないですね。1回2回だとちょっと足りないので、今2回ぐらい押して取ってみました。もう1回塗ってみたいと思います。こちらもね今ね2回ぐらい塗ってみたんですが、カバー力はねありましたね。若干こちらのモイストラボフローラの方はちょっとねムラになる感じがありますよね。少しこう横にねちょっとスライドする必要がありそうです。とりあえず今これ塗ってみた感想なんですが、こちらはねちょっとね硬くて伸びが悪い、そしてカバー力はやっぱりナーズの方がありました。そしてツヤ感がねあんまりこちらがないんですよね。ちょっと肌がねガサガサっていうかね、なんか荒れてるような感じに見える部分がこの辺りとかあるんですよね。だからちょっとね潤いが欲しい人はちょっとこちらはね、適さないかもしれないなっていう今感じがしています。ナーズの方はやはりすごく評判がいいだけあってカバー力は抜群、そしてね程よいツヤがある。毛穴とかそのちょっと小じわの部分にもあまりこうめり込んでこないし、今のところすごくいいと思います。これでメイクを一旦仕上げていきたいと思います。はい、メイクが終わりました。こちらナーズ、こちらがモイストラボフローラ塗ってみました。で色はね、さほどね変わらないと思うので、
このままちょっと外出したりして一日過ごして、数時間後どうなっているのか試してみたいと思います。それではちょっと行ってきます。はい、今8時間半ほど経ちました。それでは状態を見ていきたいと思います。まずこちらナーズの方ですね。顔の脂のテカリは出ているものの大きな崩れはないようですね。そしてね、毛穴落ちがあまりないんですよね。シミとかのカバーもね、しっかりされたままです。そしてこちらモイストラボフローラ、こちらですが、朝塗った時はねちょっとね乾燥っぽかったんですが、やっぱり私自身のね油でちょっと、テカリが出ていますね。で、朝の時よりは顔に馴染んでる感じがします。とね、色ムラというかムラになってしまっている感じもあるんですよね。だからちょっとナーズよりは崩れている感じがします。どちらもねやはりテカリは出ているものの大きな崩れはないですね。そして美容液成分が多いクッションファンデだと結構もう夕方になると毛穴落ちをしてくるんですが、こちらねどちらも割とマットな感じなので、逆にね毛穴落ちというのはさほど気になりません。全体的な感想なんですが、星5つを満点として考えた場合、こちらナーズツヤ感は星3ですね。そしてカバー力、これはねほんと満点星5だと思います。フィット感、こちら星4、化粧崩れのしにくさ星4、素肌感、こちらね素肌感はあまりないので星2ですね。カバー力がある分素肌感というのはあまりないです。やっぱ塗っているなというね感じがすごく見てわかる感じです。私が持っているこのねリコージュンボーテとか CNP のプロポリスファンデーションとかあるんですけど、こちらのクッションファンデーションの方はすごく素肌感がメインなのでカバー力がすごく弱いんですよね。だけどすごく素肌感があって、もう化粧を塗っているという感じよりはお化粧しているのかどうかわからないっていう感じの素肌感があるんです。でもこちらやっぱりナーズはカバー力がある分もがっつりお化粧していますというね感じはありました。多少はテカリがあったりちょっとこすったりして取れてしまったりとかあるんですが、大きな崩れは感じられません。だからねかなりねこちらはね優秀なクッションファンデーションだなと分かりました。さすが人気があるだけありますよね。こちらねあまりレビューがなかったので心配だったんですよね。で、とても面白いメッシュファンデーションというもので、クリームファンデーションとパウダーファンデーションの中間ぐらいの硬さだからね、押すとへこむんですが、へこんでこう戻らないんですよね。へこんだらへこんだままになる感じ。こう粘土とか押すとね、ギュッと押すとこうへこんだままになりますよね。ああいう感じのファンデーションなんです。すごくね面白いですよね。だからちょっとクッションファンデーションとはちょっと違う感じの固めのファンデーションです。塗った時に割とムラになりやすいので気をつけなければいけないと思うんですが、この何時間も経ってくると肌にすごく馴染んでくると思いました。でこちらもねそれほど毛穴落ちもしなくて崩れもなく、むしろね朝塗った時よりも顔に馴染んで綺麗になったような感じがします。だからね持ちはいいのではないかと思います。でこちらは、まずツヤ感、これはあまりなかったので星2ですね。素肌感、こちらもねあまり感じられなかったので星2ですね。化粧崩れしやすさ、こちらはねそれほどなかったので星3ぐらいですね。でカバー力、こちらは星3ぐらいですね。やっぱりね2回か3回こう塗らないとねしっかり隠れるという感じではありませんでした。こちらの2つだけで比較した場合どちらがいいかといったら、やはりこちらナーズですね。これは私の感想です。今回はとても人気があるナーズのクッションファンデーションとモイストラボフローラのメッシュファンデーションというのを顔半分ずつ塗って試してみました。こちらねレビューがすごく少なかったんですが、私よりもね若いアラサーとかの人だったらね全然いいと思います。値段はねこちらとこちら半分ぐらいなんですよね、こちら。だからね本当にねそれを考えたらなかなか良いファンデーションだと思います。それではご視聴ありがとうございました。